鉄鎮工房をご覧いただき、ありがとうございます。今回は、100円ライターの着火装置を利用して、オートポンチを作ってみたのでご紹介します。まずはこれ。昔購入した、ドリルセット。この中に、センターポンチが1本入っていました。これは、金属表面に、毛書き線を引いたり、ドリルビットの先端が横ずれしないように、金槌で叩いてくぼみをつける道具です。こんな風に使います。ちょっとずれましたが、大きめのくぼみができました。でもこれ、結構な打撃音がします。作業部屋は2階の自室、1階は、妻がくつろいでいます。以前の動画で、連続打撃。なんか聞こえた？聞こえたわ。怖い。今では、ご覧のように、バネの力で打撃する、オートポンチなるものが販売されていますが、残念ながら所持していません。ないものはどうする？そう、作ります。利用するのはこれ、100円ライター。この中の、カチカチやる着火装置。バネの力で小さなハンマーを圧電素子に叩きつけ、高い電圧を発生させて放電し、ガスに着火させる装置です。とりあえずばらして、中の構造を確認します。これが、ハンマーですね。実製。この装置、電流が小さいので、人体にはほぼ影響はありませんが、電圧が高いので、感電すると結構ズキンときます。これが圧電素子です。さて、圧電素子は取り除き、ハンマーとバネは再使用して組み立てます。このように、バネの力で打撃します。ここに、自作ポンチを差し込むので、内径と深さを測定。これ、先端が割れた、直径3ミリのドリルビット。削って再生もできますが、他に予備があるので、これを削ってポンチにします。最初は、ハンマーが当たる側、圧電素子の形状に合わせ、削り倒します。こんなもんかな？ハンマーにセットして、打撃の威力を確認してみます。おお、結構威力、ありますね。もう一回。よしよし。うまくいきそうなので、今度は反対側を、ツンツンに削り倒します。こんなもんでしょうか？さて次に、挿入するケース。使い古したシャープペンシルを加工してみます。ハンマー装置が入らないので、内側を削ります。あとちょっと。なんとか収まったか？最後に、フースキャップ。シャープペンシルの部品を再利用。キャップは、脱着可能にしたかったのですが、構造が簡単で、そうそう壊れないと判断し、JB ウェルドでがっちり固定しちゃいます。JB ウェルドって便利ですよね。今回、温度は関係ありませんが、耐熱温度が300度もあって、使用用途が結構広がります。完成しました。それでは、使い勝手を確認します。まずは、アルミ端材に毛書き線を入れてみます。しっかり毛書き線が入りました。さあ、毛書き線のクロス部分に、くぼみを入れてみます。ちょっとくぼみが小さいですね。やっぱり、市販品と比べ、威力がないかな？くぼみの大きさは、0.2 ミリから 0.3 ミリ程度か。いつもやっている方法だと、どれくらいの大きさかな？0.5 ミリくらいですね。そうだ、ちょっと打撃回数を増やしてみます。
とりあえず、5連出してみました。0.6 から7ミリ程度でしょうか？手動打撃より大きくなりましたね。手動穴の隣に、5連打。やはり、0.67 ミリ程度、再現性はあります。手動ポンチと同じ大きさにするには、3から4打撃ですね。肝心なのは、小さなくぼみでもドリルビットが横ずれしないこと。まず、0.5 ミリのドリルビットで穴を開けてみます。次は、1ミリ。1.5 ミリもやってみましょう。どの大きさも、横ずれすることなく、十字の中心に穴を開けることができました。大きなドリルビットでは、さすがにずれると思いますが、大抵は、2から3ミリの下穴を開けるので、この、自作オートポンチ、十分使えそうです。まあ、アルミは柔らかいのでうまくいきましたが、鉄はどうでしょうか？イの字に毛書き線を入れて、それぞれの交点をポンチングしてみます。おお、いけるいける。若干、アルミ端材より小さい気がしますが、測定したら同じくらいでした。違う材料も、ポンチングしてみましょう。木の端材は柔らかいので、ご覧のようにでかいくぼみができます。てか、木工では、あんまり必要ないかな？アクリル板は、どうでしょうか？微妙に小さいですが、ちゃんとくぼみはできているようです。いかがでしたか？この、オートポンチ、打撃音が小さいので、1階にいる妻には気づかれず、ポンチングしまくれるのがいいですよ。最後までご覧いただき、ありがとうございました。鉄鎮工房へ、また来てね。